こんにちは。いつもご覧くださりありがとうございます。字幕をオンにしてご覧ください。今回はひらがなの覚え方についてお伝えしますね。まず、日本語の勉強を始めるとき、まず最初に覚えるのがひらがなです。ひらがなは、日本語の基本となる文字で、読むことや書くことの第一歩です。でも、46文字もあるので、どうやって全部覚えたらいいの？と思う人もいるかもしれません。そこで今回は、ひらがなを効率よく、楽しく覚える方法をお話しします。この動画を見れば、きっとひらがながもっと身近に感じられるようになりますよ。まず、ひらがなとは何でしょうか？ひらがなは、日本語の文字の一つです。日本語を書くときにも必ず使う文字です。読み方の難しい漢字を読むときにも使います。ひらがなは、全部で46文字あって、それぞれが一つの音を表します。あいうえおは、日本語の母音です。英語の母音は、A、E、I、O、U ですが、日本語の母音も、A、I、U、E、O で、順番が違うだけなので、わかりやすいですよね。まずはこの5個の母音を覚えてください。A はあと読みます。英語のアップルの A だけを言う感じです。あ、あ、あ、あ。口を開いて、奥から息だけを出す感じです。簡単ですよね。次はいです。英語のイメージの愛だけを言う感じです。い、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 いの発音をするときは、口を横に伸ばします。写真を撮るときは、いの母音の言葉を言って撮ると、笑顔になるんですよ。次は、う、です。英語のウーバーイーツの U の音のイメージです。う、う、う、う。次は、え、です。英語のエレベーターの E の音のイメージです。えの発音をするときは、口を大きく開く感じです。最後は、お、です。英語のオープンの O の音の漢字です。日本語は今の5個の母音がとても大事です。母音を覚えると、3分の1のひらがなを覚えたことなります。大切なので、一緒に復習してみましょう。母音は、あ、い、う、え、お、です。同じように言えましたか？すごいです。言えましたね。実はこの母音の5個だけでも何個かの言葉ができてしまうんです。例えば、愛。英語で love の愛です。漢字で書くと愛という字です。さらには、青という言葉です。青は漢字で書くと、青。英語のブルー、色の青という意味です。さらに、家という言葉もあります。家は漢字で書くと家。英語のハウスという意味です。ここまでで、ひらがな5個と漢字を3個も覚えましたね。すごいです。ここからは、覚え方をご説明しますね。1、少しずつ覚える。
一度に全部の文字を覚えようとすると大変です。最初は、あいうえおの5文字から始めて、少しずつ増やしていきましょう。2、繰り返す。何度も繰り返すことで、記憶が定着します。一度覚えた文字でも、何回も書いたり、読んだりして練習しましょう。3、実際に使ってみる。覚えたひらがなを使って単語や文章を書いてみましょう。読む、書く、話すを組み合わせることでもっと早く上達します。4. 楽しむ。ゲームや歌など自分が楽しめる方法で学ぶと続けやすいです。勉強は楽しい方が長続きしますよね。例えばカードを作ってみることができます。紙にあいうえおと書いて、それぞれのカードを作ります。それを見ながら声に出して読みましょう。また、歌で覚えることもできます。あいうえおの歌を聴いて、リズムで覚える方法もおすすめです。YouTube で検索すると、ひらがなを覚える歌が出てきます。あいうえおやひらがなで検索してみてください。そうすると、日本の子供たちがひらがなを覚える時の歌がたくさん出てきます。リズムに乗せて覚えると忘れにくいので、ぜひ見てみてください。私も今は韓国語を覚えようと頑張っていますが、なかなか覚えられません。ですので、新しい言葉を覚えるためには、自分のやる気を継続させていくことが大切ですよね。私も韓国のバラエティを見たり、歌を聴いてモチベーションを高めています。でもハングルが覚えられないです。きっと、旅行に行くことが決まったら、意地でも覚えようとすると思うので、自分にとってポジティブなことを見つけつつ、楽しく、お勉強していけるといいですよね。日本語も楽しくお勉強してくださいね。チャンネル登録やグッドボタンもお願いします。後半は振り仮名がなくなって、音声も少し速くなります。リスニングにもなるので、ぜひご覧ください。こんにちは。いつもご覧くださりありがとうございます。字幕をオンにしてご覧ください。今回はひらがなの覚え方についてお伝えしますね。まず、日本語の勉強を始めるとき、まず最初に覚えるのがひらがなです。ひらがなは、日本語の基本となる文字で、読むことや書くことの第一歩です。でも、46文字もあるので、どうやって全部覚えたらいいの？と思う人もいるかもしれません。そこで今回は、ひらがなを効率よく、楽しく覚える方法をお話しします。この動画を見れば、きっとひらがながもっと身近に感じられるようになりますよ。まず、ひらがなとは何でしょうか？ひらがなは、日本語の文字の一つです。日本語を書くときにも必ず使う文字です。読み方の難しい漢字を読むときにも使います。ひらがなは、全部で46文字あって、それぞれが一つの音を表します。あいうえおは、日本語の母音です。英語の母音は、A、E、I、O、U ですが、日本語の母音も、A、I、U、E、O で、順番が違うだけなので、わかりやすいですよね。まずはこの5個の母音を覚えてください。
A はあと読みます。英語のアップルの A だけを言う感じです。あ、あ、あ、あ。口を開いて、奥から息だけを出す感じです。簡単ですよね。次は I です。英語のイメージの I だけを言う感じです。い、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 いの発音をするときは、口を横に伸ばします。写真を撮るときは、いの母音の言葉を言って撮ると、笑顔になるんですよ。次は、う、です。英語の Uber Eats の、U の音のイメージです。う、う、う、う。次は、え、です。英語のエレベーターの、E の音のイメージです。え、の発音をするときは、口を大きく開く感じです。最後は、お、です。英語のオープンの O の音の感じです。日本語は今の5個の母音がとても大事です。母音を覚えると、3分の1のひらがなを覚えたことなります。大切なので、一緒に復習してみましょう。母音は、あ、い、う、え、お、です。同じように言えましたか？すごいです。言えましたね。実はこの母音の5個だけでも何個かの言葉ができてしまうんです。例えば、愛。英語で、ラブの愛です。漢字で書くと愛という字です。さらには、青という言葉です。青は漢字で書くと、青。英語のブルー、色の青という意味です。さらに、家という言葉もあります。家は漢字で書くと家。英語のハウスという意味です。ここまでで、ひらがな5個と漢字を3個も覚えましたね。すごいです。ここからは、覚え方をご説明しますね。1、少しずつ覚える。一度に全部の文字を覚えようとすると、大変です。最初は、あいうえおの5文字から始めて、少しずつ増やしていきましょう。2、繰り返す。何度も繰り返すことで、記憶が定着します。一度覚えた文字でも、何回も書いたり、読んだりして練習しましょう。3、実際に使ってみる。覚えたひらがなを使って単語や文章を書いてみましょう。読む、書く、話すを組み合わせることでもっと早く上達します。4. 楽しむ。ゲームや歌など自分が楽しめる方法で学ぶと続けやすいです。勉強は楽しい方が長続きしますよね。例えばカードを作ってみることができます。紙にあいうえおと書いて、それぞれのカードを作ります。それを見ながら声に出して読みましょう。また、歌で覚えることもできます。あいうえおの歌を聞いて、リズムで覚える方法もおすすめです。YouTube で検索すると、ひらがなを覚える歌が出てきます。あいうえおやひらがなで検索してみてください。そうすると、日本の子供たちが、ひらがなを覚える時の歌がたくさん出てきます。リズムに乗せて覚えると忘れにくいので、ぜひ見てみてください。私も今は韓国語を覚えようと頑張っていますが、なかなか覚えられません。ですので、新しい言葉を覚えるためには、自分のやる気を継続させていくことが大切ですよね。私も韓国のバラエティを見たり、歌を聴いてモチベーションを高めています。でもハングルが覚えられないです。きっと、旅行に行くことが決まったら、意地でも覚えようとすると思うので、自分にとってポジティブなことを見つけつつ、楽しく、お勉強していけるといいですよね。日本語も楽しくお勉強してくださいね。チャンネル登録や、グッドボタンもお願いします。